キャンピングカーを持っていると、ホテルや旅館に泊まらなくていいね、と言われることがあります。今回は、キャンピングカーをベースとした旅行と、公共の交通機関と、ホテルや旅館をベースとした旅行の比較について、1、旅の自由度、2、旅情、3、コストに分け、それぞれのケースのメリデメについて話したいと思います。1、旅の自由度。キャンピングカーの場合、メリット、旅の予約の必要がありませんので、自分のペースで走り、休憩や宿泊をすることが可能です。また、小さな家がそのまま動いているようなものですので、荷物の持ち運びという概念もなくなり、その自由度は計り知れないものがあります。特にペットを飼っている方は、自由度の高さをより感じることができると思います。デメリット、自走する必要があり、自動車の速度ですので、遠距離の場合は、長時間の移動時間が必要になります。また、ゴミ捨てや給排水を行うため、定期的に処理できるスポットによる必要があるほか、毎日の食事やお風呂の計画も立てる必要があるため、時間的制約がある場合、移動範囲の自由度は狭まります。楽しみ方。旅行の仕方にキャンピングカーの自由さを生かし、目的地に到着できない場合は計画変更をし、冒険というような感覚で楽しめれば、デメリットも楽しみに変えることができると思います。ホテルや旅館の場合、メリット、航空機や新幹線による高速移動が可能で、目的地まで短時間で到着できるほか、食事やお風呂は宿泊場所で完結するため、時間的制約がある場合における行動範囲の自由度は広がります。飲食店も近隣にある場合が多く、食事、特にお酒を楽しむ場合、キャンピングカーに比べとても自由度が高くなります。デメリット、予約に手間がかかります。特に予約ができなかった場合、その場所への旅行は断念せざるを得ません。時間的制約がある人は、旅行シーズンと重なることで、予約が取りにくくなる場合があります。楽しみ方。事前に計画を立てることで、安心して旅行ができるという考えで楽しみ、突発的に行動する場合は、予約できる場所へ行くという、ルーレットのような楽しみ方もできると思います。2、旅情。キャンピングカーの場合、メリット、すべて自走になるため、移動中の休憩場所や、ゆっくりと流れる景色に旅情を感じます。特に北海道へ行く場合はフェリーに乗りますので、船での移動は、旅情をそそるものがあります。食事も寄り道をすることで、目的地以外の休憩地の名産を楽しむことができます。デメリット、遠方地の場合、単調な道が長く続くと退屈します。眠気も重なると、辛い気持ちが旅情を削ります。高速のパーキングで仮眠を取る場合、トラックに囲まれると、旅情のかけらもありません。楽しみ方。疲れを感じたら、休憩することを楽しみ、休憩地を探索することで、ホテルや旅館でも味わえないような、素敵な光景に出会えることもあるため、新しい発見を楽しむと良いです。ホテルや旅館の場合、メリット。ホテルや旅館の場合は、その立地、窓から眺める景色、そのホスピタリティにおいて旅情を楽しめると思います。旅館の場合は、施設や食事面において、その場所独自の風情を感じることができますので、旅情を楽しむ場合には特に良いと考えています。移動中も航空機の場合は、窓側の席を選ぶことで、普段見ることのできない空からの景色を楽しめ、鉄道もローカル線を組み合わせることで、車では出会えない景色を楽しむことができるので良いです。デメリット。ホスピタリティが残念だったり、公共の交通機関では、乗り合わせた乗客の質が悪いと、旅情が台無しになります。特に繁忙期では、混雑による質の低下が発生しやすい傾向にあります。楽しみ方。混雑やトラブルも祭りのように楽しむと良いです。それが嫌な場合は、混雑している場所に無理していかず、何にもないような場所で静かに楽しむことも、素敵な景色や人々に出会えることもあるため、ガイドブックには載っていない、自分だけの旅情を楽しむことができると思います。3、コスト。キャンピングカーの場合、メリット。1回あたりの宿泊コストの算出方法は、トータルコスト割る宿泊回数となるため、走行距離に対して宿泊回数が多い場合は、コストメリットが高くなると考えています。1日の移動距離を抑え、
ゆっくりと楽しみながら旅をし、地物をスーパーで買い自炊。お風呂は安めの入浴施設で、コインランドリー、キャンプ場を適度に挟み、洗濯、ゴミ処理、給排水を行う。このような運用が可能であれば、コストメリットが高い状態でありながらも旅情も楽しめる。とても有意義な時間が過ごせると考えています。デメリット。キャンピングカーだから宿泊回数を多くするのであって、ホテルや旅館の場合、そのような宿泊の仕方はしない。というケースが実際には想定されるため、見かけ上のコストメリットとなり、実際に負担する金額は、車両価格と維持費に他なりません。また、ホテルや旅館の宿泊費から考えると、キャンピングカーの床面積や設備は割高となるケースも、標準的な旅行頻度の方においては、多く発生すると思います。楽しみ方。実際にかかる車両価格と維持費の事実をそのまま受け止め、純粋に楽しむための費用として整理し、キャンピングカーライフを満喫すると良いと考えます。ホテルや旅館の場合、メリット。時には質素に、時には贅沢と、明瞭会計で、得られる内容の分だけお金がかかります。選択に失敗しても別の場所を選ぶことは容易で、初期費用もなければ維持費もなく、節約したい場合は、旅行に行かなければ、全くお金がかかりません。デメリット。毎日宿泊場所を変えながら旅をする場合、旅の期間の分だけ、宿泊コストがかさみます。外食も場所によってはコストを抑えることが難しく、コスト高になる場合があります。楽しみ方。所有しないことによる気軽さを生かし、無理なく楽しみたい分だけお金を使うという、金銭的に安心できる旅を楽しむと良いと考えます。最後に、今回は2つのパターンに分けてお話ししましたが、実際には、どちらかを選ぶという話ではなく、例えば、キャンピングカーに乗りながらも、ホテルや旅館に泊まっても良いわけですし、公共の交通機関を使って、レンタルキャンピングカーを使うこともできますので、自分に合ったスタイルで旅をすることが、長続きする楽しみ方だと考えています。ご視聴ありがとうございました。